の便箋の方からも届いてる。いいんですか？ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて。この間公開されたウェブインタビュー拝見しました。なんだかまなちゃんを近くに感じ、直接お話を聞いているみたいな気持ちになって、ライブや握手会だけじゃなく画面越しでもまなちゃんに会える機会が増えたようで嬉しいです。これからもずっと応援しています。頑張ってください。嬉しいです。嬉しいって会えるって言ってくださって、本当にいろんなお仕事頑張ってよかったって。この先ももっともっと頑張ろうってファンの皆さんがそう思わせてくれます。プロデューサーさん、打ち合わせ始めませんか？はい。公開オーディション？アイドル一人一人の実力。グラッと己の力で目指せ最高のステージ。アイドルの頂点は君だ。個人での PR 活動。うわ、本当に一人での参加なんですね。そうですよね。いえ、すみません。ここ最近はイルミネーションスターズでのひよりちゃんとめぐるちゃん3人でのお仕事が多かったので、今日のお仕事のお話も私が勝手に3人一緒のだって思い込んでいて、だから大丈夫です。今回のお仕事ぜひ参加させてください。ステージで一人だったとしても挑戦したいです。はい。少しだけ心細いなって思っちゃいましたけれど、ここまで3人で一緒に頑張ってきたことが私の中にたくさんあります。それにファンの皆さんにも。だから大丈夫です。はい。よろしくお願いします、プロデューサーさん。おはようございます。いえ、全然。今週中にそんなに早くできるんですね。うわ、プロデューサーさんにいろいろお任せしてしまってすみません。でも動画の公開は私のわがままでもあるので、ありがとうございます。
来週にグルメ番組の収録が入っています。はい。食レポ久しぶりなのでちゃんとできるかって少しドキドキしちゃいます。自然体。緊張しちゃいそうだったら、前にプロデューサーさんが言ってくれたことを思い出します。深呼吸したり、お料理を楽しむことに専念したり。はい。はい、そうみたいです。あ、すぐのことではないんですけれど、この先のことで少しだけご相談が。はい。先に組んでいただいたレッスンの予定で一日だけお休みが欲しい日があるんです。学校でグループ課題が出ていて、クラスのみんなと調べ物をするのに集まる日がかぶってしまって。私のわがままですみません。プロデューサーさん。はい、ありがとうございます。私目いっぱい楽しんできますね。おはようございます。ええっとそのプロデューサーさん、今からレッスン場をお借りすることはできませんか？はい。ありがとうございます。飲み物まで。すみません、プロデューサーさん。ありがとうございます。いただきます。美味しいです。何かあったわけではないんです。でも今日の課題、クラスのお友達が他のみんなとやっておくからって。私はレッスンとかお仕事で忙しいだろうからって気を使って言ってくれたんです。でも私、この日のために予定を空けたこと言わなきゃいけなかったのに伝えられなくて、何度も何度も伝えなきゃって思ったのに、日和ちゃんやめぐるちゃんにお話しするみたいにはできなくて。私、
一人じゃ何にもできてないんだって。この先グラッドの予選も控えているのに、今のままじゃダメだって、もっと頑張らなきゃって思って、何か何でもいいから何かやらなくちゃって。だからはい、すみません。私のわがままで今日の予定を空けていただいたのに、ちゃんとお話ししないままレッスンを入れてほしいなんて。無理はしていないです。本当に私のわがままで。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます、プロデューサーさん。それじゃあ私、行ってきますね。皆さんこんにちは。私たちは今絶品チーズティーが飲めるこちらのお店に伺っています。チーズティーは鳥さんの羽みたいにふわふわした飲み物なんです。はい、そうなんです。それでは早速チーズティーをいただいてみましょう。はい、全然平気です。プロデューサーさんもいつも付き添っていただいてありがとうございます。あれはすみません。勝手なことをしてしまって。いえ、私こそせっかく出演させていただいているので、私もっと頑張らなきゃダメだって、もっと気の利いたことを言えるようにならないとって思ったんです。でも全然上手にはできなかったなって。はい、全
次はちゃんと。はい。でもプロデューサーさん、事務所に戻ったらこのままレッスン場をお借りすることはできないでしょうか。せめて声を少しでも大きくしっかり出してお話しできるように練習したいんです。難しいでしょうか。そうですよね。すみません。はい、プロデューサーさん、ありがとうございます。プロデューサーさん、お疲れ様です。何でしょうか。ありがとうございます。レッスンが終わったら大切に読ませていただきますね。ハトさん、私、プロデューサーさん。いえ、ハトさんたちもきっと大丈夫です。いえ。はい、どうぞです。はい、レッスンが終わったので読んでから帰りたいなって。いえ、それは温かい言葉がたくさんのとっても嬉しいファンレターです。でも最近は無理をしているようで心配。前と変わらないそのままの私でいてほしいって書いてあって、前と変わらない。私変わらなきゃって思ってアイドルになりました。でもまだ一人じゃ何にもできてなくて、全然変わってないんだって気づいて、アイドルとしてこのままじゃダメだって、ファンの皆さんに気持ちをお返しするためにももっともっと頑張らないとってやってきたつもりなんです。でもそれが応援してくださっている方
でもそれでも変わらないと私は。でもできないよりはできた方がいいですよね。私が私らしく。変わるばかりじゃない。楽しく、ありのままの良さですか？私のいいところ。変わることがアイドルとして成長するのに必要なのか。プロデューサーさん。はい、私ちゃんとどうしたいのか考えてみます。プロデューサーさん。ハトさんたちきっと大丈夫です。すみません。前にも同じようなことがあったなって思って。あの時はしょんぼりしていた私をプロデューサーさんが励ましてくれました。事務所に戻る前に少しだけここでお話聞いてもらってもいいでしょうか。プロデューサーさん、私あの時は変わらなきゃってそればかり考えていました。でも変わることが本当に必要なのは、臆病な自分を変えなきゃって思っていたアイドルになる前の自分、アイドルじゃない時の自分だったんです。それがいつの間にかアイドルでいられるためには変わることが必要なんだって、そう思い込んでいました。でも今はアイドル桜木マノに必要なのは変わることだけじゃないって分かりました。ひよりちゃん、めぐるちゃんと一緒にアイドルでいられるのが嬉しくて、翼プロでプロデューサーさんや事務所の皆さんと過ごせるのが嬉しくて、私は一人ですけれど、でも一人じゃないんだって思い出したんです。それにファンの皆さんも今回私がグラッドのステージに立てたのもたくさんの声援に支えられたおかげでした。だからこれからも変わらずアイドルとし
してファンの皆さんにありがとうを返していきたいです。そのためにも今は自分に何ができるのかしっかりと考えて伸ばしていきたいと思います。臆病な自分はまだ私の中にいるままですけれど、